皆さんこんにちは。食堂朝ごはんの中井絵里香です。今日はパパッと簡単に作れる1週間分の作り置きを作っていきます。今日作るのは野菜を切ったり簡単に味付けをするだけなので、そんなに時間もかからず忙しい時にもおすすめの内容になってます。一度にまとめて簡単な調理をしておくととっても時短になるし、使い切れずに野菜を無駄にしてしまうということも減らせます。まずは先に野菜はいっぺんに洗っていきます。最近はまだまだ寒いですが、スーパーには新玉ねぎとか春キャベツなど春を感じる野菜がもう結構たくさん売られてました。バナナは買ってきたらすぐに袋から出してフックに引っ掛けて吊るして保存しておくと長持ちします。これは最近ハマってる干し芋です。干し芋は食物繊維が豊富で腹持ちがいいので間食におすすめです。まずは水切りヨーグルトを作ります。私はよくこのユダヨーグルトっていうヨーグルトをよく買ってるんですが、たくさん入ってるので半分は水切りヨーグルトにして残りはそのまま食べるようにしてます。水切りした後残った水分はピクルスに使ったりお肉につけておくとしっとり柔らかくなる効果があります。次は豆苗を切ります。豆苗は我が家で飼ってる鳥もよく食べるのでよく買う野菜です。根元は水に浸しておくとまた新しい葉っぱが生えてきます。根っこギリギリよりも少し長めに茎を残して切っておくと新しい葉っぱがたくさん生えてきやすいです。豆苗は今日は半分に切ってそのまま冷凍保存します。使うときは凍ったまま炒め物やスープに入れて使います。豆苗はカロテンが豊富で栄養豊富な緑黄色野菜です。野菜が高い時期でも比較的一年中安く買えてコスパが良くておすすめの野菜です。次はかいわれ大根です。かいわれはすぐに使う予定なので根元を切ったら保存容器に入れて冷蔵で保存しておきます。サラダや料理のトッピングなどに使う予定です。次はネギも刻んでいきます。刻みネギはこれも料理のトッピングとか汁物などにいつもよく使っているのでいっぺんに切っておきます。ネギを切るときいつもバラバラになって切りにくいなって思ってたんですが、買った時に束ねてある輪ゴムを上の方に持ってきてずらしながら切っていくととても切りやすいのでぜひ試してみてほしいです。ネギも根っこは水に浸しておくとまた伸びてきてもう一度食べられます。刻んだネギは濡らしてよく絞ったキッチンペーパーでサンドして冷蔵で保存します。次はニンニクの芽を切っていきます。ニンニクの芽も栄養価の高い緑黄色野菜で値段も比較的安くて節約にもおすすめの野菜です。疲労回復を助けるビタミン B1 やアリシンといった成分も多く含んでいるのでお疲れ気味の方にもおすすめの野菜です。ニンニクの芽は今日は生のまま冷凍して保存します。そのまま冷凍してもほとんど食感は変わらず美味しく食べられます。炒め物や汁物などに凍ったまま使います。
ミニトマトはヘタを取って保存容器に入れて保存します。今日はそのまま入れてるんですが、長持ちさせたい時は濡らしてよく絞ったキッチンペーパーを敷いてから保存していくといいです。ヘタから雑菌が繁殖しやすいので、ヘタは取って保存するのがポイントです。新玉ねぎはサラダにして食べる予定なので、スライスしてから水にさらします。新玉ねぎには血液サラサラに役立つリュウカーリルや強い抗酸化力を持つケルセチンなどを多く含んでいます。リュウカーリルは加熱すると違う成分に変わってしまうので、効果を生かすには生で食べるのがおすすめです。もう一個新玉ねぎを買ってきたんですが、これはさっきのニンニクの芽と一緒に冷凍保存しておこうかなと思います。新玉ねぎはくし切りにして一緒に保存袋に入れます。新玉ねぎのスライスは水溶性の栄養素や風味を失わないために、あまり水にさらしすぎないのがポイントです。だいたい10分ぐらい水にさらしたら水気を切ります。そして保存容器に乾いたキッチンペーパーを敷いて、そこに軽く水気を切った新玉ねぎを入れます。さらに上から乾いたキッチンペーパーを乗せて蓋をして冷蔵で保存します。新玉ねぎは少し濡れた状態で大丈夫です。その方がシャキシャキ感を保ったまま保存できます。次は大根です。大根は4センチぐらいの長さに切っていって、皮は厚めに剥いておいて後で使います。大根は1個が結構大きいので、なかなか使い切るのが大変な野菜かなと思います。でも実は大根も生のまま冷凍できるので、すぐに使い切れなさそうな時は冷凍保存をしておくのがおすすめです。個人的におすすめなのは厚切りにして冷凍保存をすることです。厚切りだと普通はなかなか火が通りにくいと思うんですが、冷凍すると繊維が壊れて短時間でも柔らかくなりやすいです。なので煮物などのためにこうやって冷凍してストックしておくと忙しい時にとっても役立ちます。今日は厚めに半月切りにしたものを保存袋に入れて冷凍しました。残りの大根は短冊切りにして、これは大根とツナの煮物を作ろうと思います。鍋に大根を入れたら水1カップを加えて、ツナ缶は水煮のタイプのものを使っていて、汁ごと鍋に加えます。それから鶏ガラスープの素小さじ1を加えて火にかけます。煮立ったら少し火を弱めて10分ほど煮ればこれで出来上がりです。大根が透き通って汁気が半分ぐらいになれば OK です。これは少ない材料でとっても簡単にできるので、大根で何か簡単に作りたいなという時にとってもおすすめのレシピです。仕上げに粗挽き胡椒を振るとさらに美味しいです。厚めに剥いておいた大根の皮は今日は細切りにして塩きんぴらにしようと思います。
大根1/2の1本分の皮を全部細切りにしていきます。そうしたらフライパンにごま油を熱します。大根の皮を加えて少ししんなりとするぐらいまで2分ほど炒めます。塩小さじ1/2、砂糖小さじ1/2、酒大さじ1を加えて汁気を飛ばしながらさらに炒めていきます。最後に黒いりごまをたっぷり振ってこれで出来上がりです。このレシピは大根の皮を使うのが美味しく作るポイントで、パリッとした歯ごたえがとっても美味しいのでぜひ試してみてください。大根の皮を無駄なく使い切ることができます。保存期間は冷蔵で4日が目安になります。次は小松菜を切っていきます。小松菜も比較的いつも値段が安い野菜かなと思います。今日はいつもよりもさらに値段が安くなってたので2袋買ってきました。まずは4センチ幅に切っておひたしを作ろうと思います。小松菜は1袋と半分使いました。切った小松菜は耐熱容器に入れます。この時火が通りにくい茎の部分を下の方にすると均等に熱が入りやすいです。そしてラップをして電子レンジで3分加熱します。加熱が終わったら冷たい水にさらして冷ましてからよく水気を絞ります。保存容器にめんつゆ 50cc、水 150cc を混ぜます。めんつゆは3倍濃縮のものを使ってます。そこに水気を絞った小松菜を加えていきます。小松菜は抗酸化作用を持つカロテンが豊富で、骨を作るカルシウムや血圧の調節に役立つカリウムなどを多く含んでいます。全体が浸るように整えてからお好みで削り節も散らしてください。これは保存期間は冷蔵で4日が目安になります。そうしたら次はきのこで美味しい醤油きのこを作ろうと思います。これはシンプルな味付けなのでそのまま食べても美味しいし、アレンジもできるのでおすすめの作り置きです。しめじは石突きを取り、しいたけも石突きを取って薄切りにします。
えのきは長さを3等分に切っていきます。切ったら耐熱容器に入れます。酒大さじ1、醤油大さじ1、唐辛子も適量加えてラップをして電子レンジで4分加熱します。余ったきのこはざるに並べて干しきのこを作ろうと思います。きのこは日光に当てて干すことできのこに含まれるビタミン D を増やす効果があります。だいたい 2,3 時間程度日光に当てておくだけでもビタミン D を増やす効果があるので、ぜひやってみてほしいです。ビタミン D はカルシウムの吸収を高めたり骨の成長に関わる栄養素です。醤油きのこはレンジの加熱が終わったらさっと混ぜて、これで出来上がりです。よく冷ましてから蓋をして冷蔵で保存します。これも保存期間は冷蔵で4日間が目安になります。冷凍もできます。今日はセロリも買ってきました。2本入ってたので1本はピクルスにして、もう1本は柚子胡椒炒めを作ろうかなと思います。ピクルスはセロリの茎を斜めに薄切りにします。セロリの香り成分にはリラックス効果があると言われていて、ちょっと気持ちを休めたいなという時におすすめの野菜です。ピクルスにするとセロリのパリッとした歯ごたえと爽やかな香りを楽しめるので、ぜひやってみてほしいです。切ったセロリは保存袋に入れて調味料を加えます。酢大さじ3、砂糖大さじ2、塩小さじ4分の1を入れます。胡椒少々も加えます。そして袋の上からもみ混ぜればこれで完成です。ここにセロリの葉っぱも一緒に千切りにして入れても美味しいです。今日は私は葉っぱを冷凍保存しておこうと思って入れなかったんですが、セロリの葉っぱは冷凍しておくと炒め物やスープなどに少し使いたい時にとっても便利です。もう一本のセロリは細切りにしていきます。まずは長さを4センチから5センチぐらいの長さに切っていきます。そして縦に長くなるように細く切ります。ちなみにセロリの筋は取らなくても私はあんまり気にならないのでそのまま使ってます。気になる方は筋を取ってから使ってください。特にさっきみたいなセロリを薄くスライスして使うときは筋取りしなくても口に残る感じは特にないので、筋取りせずに美味しく食べられます。セロリの葉っぱは5ミリ程度の幅に刻んでおきます。
そしてフライパンにサラダ油を熱してセロリを炒めます。まずは茎の部分を入れて中火で炒めていきます。セロリが少ししんなりとして透き通ってきたら調味料を加えます。醤油大さじ1/2、みりん大さじ1/2、柚子胡椒小さじ1/2です。セロリの葉っぱも加えて汁気を飛ばしながら炒めます。セロリの葉っぱって捨ててしまう方ももしかしたら多いかもしれないんですが、細かく刻めば食べやすいし、お腹の調子を整えてくれる食物繊維や抗酸化作用のあるベータカロテンとか、骨を作ったり血液凝固に関わるビタミン K なども多く含んでいて、とっても栄養豊富なので、ぜひ葉っぱの部分も無駄なく食べるのがおすすめです。保存期間は冷蔵で4日が目安になります。次は長ネギです。長ネギは特に料理はせずにそのまま保存したいと思います。根元は切り取って保存容器に入る長さに切ります。濡らしたキッチンペーパーで挟んで冷蔵で保存します。この方法だとだいたい1週間ぐらいは新鮮に保存できます。もっと長く保存したい場合はペーパーで包んでからポリ袋で密封して立てて保存しておくと長持ちします。キャベツは白だしを使った簡単な漬物を作ろうと思います。今日は春キャベツを使ってるんですが、普通のキャベツでも大丈夫です。切ったキャベツを白だしにつけておくだけなのでとっても簡単で、余ったキャベツの使い道に悩んだ時にもおすすめのレシピです。まずキャベツは食べやすい大きさにザクザク切っていきます。ちょっと太めで食べにくそうな芯の部分は薄切りにしてから入れると食べやすいかなと思います。ちなみに私はキャベツ1枚1枚剥がしてから切ってるんですが、面倒だったら塊のままザクザク切っちゃっても大丈夫です。調味料は白だし大さじ5、水大さじ5、おろしにんにく小さじ1/2、輪切り唐辛子少々です。おろしにんにくはお好みで入れないで作っても美味しいです。全部入れたら袋の上から軽く混ぜて半日ほど置いてからが食べ頃になります。冷蔵で4日から5日が保存期間の目安になります。残りのキャベツは冷凍で保存しようと思います。キャベツはざく切りにして芯の部分は薄切りにします。冷凍する場合は少し大きめに切っておくと冷凍した後もキャベツの食感が残って美味しいです。忙しい時ってキャベツを切るのもちょっと面倒になったりすると思うので、時間のある時にこうやって切って冷凍しておくととても便利です。冷凍すると水分が出やすいので、炒め物よりは煮物とかスープなどに使うのがおすすめです。凍ったまま使います。キャベツを保存袋に入れたらちょっとまだ袋にスペースがあったので、残っていた小松菜も一緒に入れようと思います。
小松菜は3センチから4センチぐらいの長さに切ってキャベツの袋に詰めていきます。こうやっていろんな野菜をミックスして入れておけば、スープとかさっと入れるだけで彩りと栄養バランスのいい料理が完成するので、忙しい時にとってもおすすめです。あと人参も少し切って入れました。次は人参のごま和えを作ろうと思います。人参ってなぜか買いすぎたり冷蔵庫の中で余らせてしまうことが結構多いんですけど、そんな時によくこのごま和えを作ってます。レンジでも簡単にできるのでぜひ試してみてほしいです。人参はまずスライサーで細切りにして耐熱容器に入れて電子レンジで3分加熱します。スライサーで切り切れなかった部分はこうやって包丁で切っていくんですけど、もし面倒だったらこの部分は残しておいてお味噌汁とか他の料理に使ってもいいです。ちなみにおすすめのスライサーとか調理器具については概要欄に載せておくので、もし気になる方はチェックしてみてください。加熱が終わったら下に溜まっている水分を捨てて調味料を加えます。すりごま大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ1/2を加えて混ぜ合わせます。人参自体に結構甘みがあるので、ほうれん草などでごま和えを作る時よりも砂糖の量は控えめにするのが美味しく作るポイントです。人参は抗酸化作用のあるベータカロテンが豊富で、とっても栄養価が高く彩りにもなるので、一つ作っておくととっても活躍します。次は鶏そぼろを作ります。これはとってもご飯が進む味付けで、これがあると子供もよくご飯を食べてくれるし、タンパク質を摂るのにもおすすめです。冷凍もできるのでたくさん作って小分けにして冷凍しておくのがおすすめです。フライパンに鶏ひき肉 400g、 醤油大さじ4、酒大さじ4、みりん大さじ4、砂糖大さじ4、おろし生姜小さじ1を入れて混ぜ合わせます。全部4が続いているので覚えやすい調味料かなと思います。混ぜるときはひき肉は練り混ぜないようにして調味料の中でバラバラにほぐすような感じで混ぜるのがポイントです。混ぜたら中火にかけます。箸やスプーンでほぐしながら混ぜて、お肉に火が通って汁気も少なくなったら出来上がりです。あとは今日はお肉に下味をつけておいて、今日はこれでおしまいにしようと思います。一つ目は鶏もも肉のオイスターソース漬けです。鶏もも肉2枚にオイスターソース大さじ1、醤油大さじ1半、酒大さじ1半、おろしにんにくおろし生姜小さじ1、砂糖大さじ1です。
次は鶏胸肉の甘酢マヨ漬けです。これは鶏胸肉1枚は一口大に切って、マヨネーズ大さじ1、醤油大さじ1/2、砂糖大さじ1/2、酢大さじ1/2を加えます。そしてもう1枚の鶏胸肉はまだ何も決めてないので、薄い下味だけつけておきます。塩小さじ1/3、砂糖小さじ1、酒大さじ1です。全部袋の上から揉み混ぜて冷凍保存しておきます。もし新鮮なお肉で2日以内に使い切る予定の場合は冷蔵保存しても OK です。というわけで今日はこんな感じで作り置きをいろいろ作ってみました。結構たくさん作ったように見えるんですけど、全部切ったりとか味付けだけの簡単なものばっかりなので、意外とすぐに終わるかなと思います。今日は撮影しながらだったので全部で4時間ぐらいかかったんですが、集中してやれば 2,3 時間ぐらいで終わるかなと思います。ぜひ気になったものだけでも試してみてもらえたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。